こんにちは、文芸評論家の三宅佳穂です。ちょっと YouTube がまさかの本格的な感じになって、皆さんどうしたんだと思われるかと思いますが、ここどこだと思いますか？まさかのね、福井なんですよ、ここは。なんと知恵並木さんという超すごい書店さんがあるということで、私が来ました。福井にびっくりです。で、どういうことかと言いますとですね、こちらは、ちょっと私の YouTube の新企画みたいな感じで、全国のですねちょっと書店さんに日々お世話になっていますので、なんか書店さんをちょっとこう巡って、いろんな書店さんをこう全国でご紹介していくっていうプロジェクトをちょっと始めようと思いまして、その今回は初回でございます。ですね、企画名がちょっと私の担当編集さんが考えた三宅が行くっていうちょっと企画なんですけど、本当にこの企画名がいいのか、ちょっとなんか皆さん三宅が行くはさすがにないんじゃないかと思ったらコメントよろしくお願いします。はい、っていう感じで今日は知恵並木さんで私が書店を巡っていっぱい本を買おうっていう企画になってますので、ぜひぜひ皆さんご覧いただけたら嬉しいです。この企画をするにあたって、丸善優勝堂さんから今回はご招待いただきました。この知恵並木さんが丸善優勝堂さんがと、敦賀市の公営の書店ということで、私がここに呼ばれてきたわけです。というわけで行ってきます。こちらがマップになっているんですが、ちょっと書店さんで見たことないタイプの本棚の分け方。なんか普通ね、こう新書とかこう漫画とか本のジャンルごとに分かれていると思うんですけど、こちらの棚は郷読地、世界地、日常地に分かれていて、その中でいろんな本棚に分かれているっていうことで、こんなになんか見知らぬ棚があることがないので、結構私もびっくりしているんですけれども、一応この3つに分かれて1階と2階に分かれているっていう感じになっています。ちょっと本当に回りきれるのかというドキドキしてきましたが、ちょっと全部行ってみたいと思います。あ、すごい、信じられない。なんか至る所に本がすごいっていうか、これはなんか迷路みたいになってますがこれはあれですよ、松岡聖剛さんの文脈みたいなものをこう意識して作られている棚っていうことなんですよね。松岡聖剛さんが所長を務めていらした編集工学研究所と一緒に運営してまして、その編集工学研究所がプロデュースした文脈棚と呼ばれる作りになっています。なんかこういうふうに結構その普通の書店でもジャンル別ってありますけど、こんなふうになんかその文庫と単行本とか漫画と普通のノンフィクションと小説が一緒になってる棚って結構初めて、あんまり見ないですよね。ちょっと見てくださいよ、なんか柵があるんですよ本が監禁されているという、すごっ。この棚も買っていいんですよね。はい、すべてお読みいただけて購入もできます。すごい。てかめちゃくちゃ上の方にまである。ちょっとなんか映像で伝わるかわかんないんですけど、なんか野良黒に見下ろされていますね、私は今っていう。もう買っていっていいんですか？これはいいですか？買っていきましょうこういう風に置かれると結構棚全体で買いたくなりません？なんかここからここまで全部読みたいみたいになりませんか？それもありなんです。それありじゃないですか。ちょっとなんかやばい、三宅が通った後何もなくなっていくみたいな。あ、すごい古典棚がある。ちょっと古典棚から行っていいですか？なんと私の本も置いてくださっている。嬉しい。あ、信じられない。この「日々ずっとこの天使」っていうね、すごい神のような作品があるんですけど、これ私の大大大好きな山岸涼子先生の本当に天才的な漫画なんですけど、3巻からしかないからちょっとみんな 1,2 巻も読んでっていう気持ちになりますね。ね、買われちゃったんですかね。あ、でも「北条記」って漫画出てるんや。知らなかった。私なんか今年北条記ブームが来てて、ちょっとこれ買います。もう一冊目ですか？はい、一冊目、漫画北条記。でもこれあるの知らなかった。あ、すごい場所ごととか、なんかこういう俳句とかそういう感じでも、で近代にしたれなってくんだ。すごい。時代の流れが上からね、すごい。こっからだから古典からこう近代になるってことですね。最近ね、俳句っていうか私場所が面白いみたいになっていて、ちょっと俳句の
入門書知りたいな。ちょっとこれも買います。はい。こうしてあ、これ私の知っている伝説の村上春樹さんが東京スルメクラブっていうなんだそれはみたいなこうクラブをねやってて、いろんな本当にところを巡っていく、3人で巡っていくっていう、なんかすごい出版社がお金あった頃の名残が見えるようなすごいいい本なんですけど、なんか本がこう重なってるから余計にちょっと後ろ見たくなるみたいな、すごい高野秀明さんの知らない本がある。面白そう。てかこの棚全部買いたくなるな。すごい高野さんの、私高野秀幸さんめっちゃ好きなんですけど読んだことない本があったのでちょっと買います。ここが現在地で、今だから文化生活の棚と歴史社会の境目に我々は来ているということですね。すごい、こことここで境目なんや。かっこいい。ちょっと気になる本が中高生賞非国民な女たち。これなんか普通の書店さんよりも面で置かれてたりとかこの刺さってたりとかするので、すごいなんか気になる本が結構いっぱい。最近朝ドラがその虎に翼っていうのが終わったりとかしていて、また私の好きなカーネーションっていうのが始まったりとか再放送でしたんですけど、その中でパーマの話がね出てくるんですよね。なんかパーマにかけた女性たちの情熱って意外とすごかったみたいな話をなんかこの間どっかで読んで、ちょっとその話に関係ありそうなのでちょっと読みます。読みたい本がポンポン見つかるんですけど怖い私は本当っていうかこんなところあったらもうずっと通っちゃいません？すごすぎる。こちらなんか社会学の棚なのかなと思ったポストモダンの系譜っていう棚、すごいこれ松岡聖剛さん味を感じますなんか社会学がポストモダンだっていうちょっとこう思想性を感じる。すごい結構私なんかこれ見ながら思ったんですけど、私なぜ働いてると本が読めなくなるのかっていう本で、なんかやっぱ本って文脈を読むことだよねみたいなことを結構自分が発明したかのように書いてたんですけど、松岡聖剛さんが先にやってたっていう今日事実を思い出しました。結構社会学の扉からの現代思想の冒険で、その後なんと言論事情に行ってポストモダンで未来を想像するっていう風に、なんか流れがすごい難しくなっていく感じがすごいいいですね。これ私平成史めっちゃ面白かったです。平成史激推しなんですけど、ちょっとなんかやばい、この棚が一番ちょっと読みたい。どうしよう、どうしたらいいんだ。ちょっと私丸山さんも最近ね読み返してたんで、ちょっと入門書あると思ってなかったので買います。この棚ちょっとずっといちゃうんですけど、すごいここなんか0年代批評への愛を感じます。並びに愛を感じる結構隠されてるけど大塚英二さんのこれ見たかったんですよね。ちょっとこれも買います。やっぱりここにずっといてしまう。千葉さんのこれも私読んだことなかったので、ちょっとこの棚ずっと買いたくなるんですけどどうしたらいいのか。三宅家の本棚かっていうぐらいここにある本大体あってない本全部買いたい。現代日本の批評ってこれも気になっていたやつだ。この辺もすいません棚全部ですか？でも本当に私本当になんかこう嘘ではなくてこの棚なんかかなり三宅家の棚にあるんですけど、すごくないですか？棚に不足してるものを。そうすごいみんな感動してしまう。ちょっと私気になるのを見つけてしまって、杉浦日奈子さんの全集があって、私杉浦日奈子さんめっちゃ好きなんですけど読んだことない東のエデンがある。あれちょっと5巻だけ取るっていうことやってもいいですか？全集の5巻だけ取るっていうちょっとこう罪の意識を感じてしまうやつ。失礼します。あ、本当だ。すごい。5巻。でもこれ読んだことない。知らなかった。すごい杉浦日奈子さんの買ったことないやつをゲットしました。嬉しい。ちょっとすいませんみたいなことになってしまいますが、皆さんも杉浦日奈子読んでください。マジで杉浦日奈子さんマジで私世界の宝だと思ってるんですけど、日本はもうちょっと杉浦日奈子さんを押した方がいいと思ってるんですけど、というわけで東のエデンも皆さん読みましょう。すごくないですかこの棚の名前。Aコード挫折書店の棚の名前と思えない。そういうことか。だからいろんな世界の繁栄と陰ってきたところをどっちも
書いてくれてるんですね。私ね、ダウントンアビーっていうドラマが超絶好きなんですけど、こういう系の本を見るとダウントンアビーを思い出しちょっと胸キュンしてしまうという。これ最近読んですごい面白かった本なんですけど、ハマータウンの野郎どもっていう、それこそねブレイディ・ミカコさんとか音美文書いてますけど、なんかイギリスのその労働と階級と、学校へのアンチみたいな話を書いていて、すごい面白かったんですけど、なんかこの辺の棚も気になりますね。やばい、この並びがサッチャーとチャーチル並べたらどっちも読むしかないじゃないみたいな棚、すごいなんかすごい迷路みたいになってて、なんか一回見た棚もまた見たくなるみたいな。確かにね。私の大好きなニューヨークで考え中が、近藤明さんのねニューヨークで考え中っていう本はめちゃくちゃエッセイ漫画なんですけど、こう紙の閉じとかがすごい綺麗でパタンってなるので、ぜひ紙で手に取ってほしい。すごいこれがなんかアメリカ棚にあるのを押せる棚も押せますでもこれ気になってたんですよね。渡辺こりさんのベストセラーで読み解く現代アメリカって、なんかベストセラーでいろいろ現代のアメリカ読んでいくみたいな。いいですか、ちょっと全然金額を考えていないっていう大丈夫なのかな。こういうところで本読めるのめちゃくちゃ良くないですか。なんかその本棚に囲まれて本読めるみたいな感じで、よいしょ、ここにこうやって座ることもできるんですね。これすごくないですか。なんかこれなんか書店の中で座るスペースあるところっていっぱいありますけど、本棚の中で座るってやっぱり全然ないから、なんかびっくりしますね。しかもこれあれですよね、あそこでこうお茶とか買ってここで飲みながら読めるんですよね。夢の場所だいいな。なぜ京都にないのか。ちょっと敦賀にもう一回来るしかないという。普通に観光地としてなんか旅行の人とかに来てほしい。なんていうんですか、地域の人がもちろんいらっしゃるのはもちろんなんですけど、ここに来に敦賀にみんな来てほしいっていう感じの素晴らしすぎるこの空間が。そしてこれも買います。さっき読んで面白かったですすごい、すごい革命をたどればっていう棚で、1968年にピンポイントで焦点当ててからのいろんな市民革命とか、すごいなんかここでこうやってなんか置かれるとちょっとなんか禁断感がありますね。普通の書店なのに捕まっているのかなっていう気持ちになってきますね。でも革命からまた日本の歴史にってこことかだと映ってたりとかするので、なんかあんまりこういう考え方しないよなというか、なんか普通の書店だったらこういうのってこうなんか歴史っていうのでこうまとめられたりするので、フランス革命の横に土偶があるっていうあんまり見られない棚の構成。土偶の下に引き出しありますね。土偶、本当だ。土偶、こっちか。すごい、引き出し開けたら本が出てきましたすごい。何これ、江戸の思想闘争。これも買える本ですよね。買える本ですもんね。引き出しから本出てくるのすごくないですか。ていうかめちゃくちゃ面白そうなんですけど、ちょっと元織の稲賀ファンの私としては買わざるを得ない。買います。江戸思想闘争いや、引き出しから見つけて買うのスペシャル感がすごい。てかここ全部買いたくなるんですけども、信じられない、すごすぎる。こちらはでまた歴史社会から生命科学に変わりましたね。すごい。すごい、こっちは生き物からこう植物とか地政学みたいな感じになっていて、生物みたいな話からなんか貨幣経済の話になって、そうつながるんやみたいな面白い。見てください、この棚すごいですよ。この棚佐藤勝さんからの原田ひかさんからの有感階級の理論、こんなのが一緒に並ぶことありますか。すごすぎる、面白すぎるちょっとこの3冊選んだ人天才じゃないですか。すごくないですかこの並び。すごい、数学から貨幣ってことなのかこれは。面白。あっちには漫画もあるし、この棚結構私一押しです。皆さん来た際この棚見てください。面白すぎます。すごい、なんかこっちは絵本がいっぱい。かわいい。こういう本も置いてるんですね。すごい、洋書のかわいい、こういうのも
置いてあるんですね。上これすごくないですか？これ古本も売っているとお聞きしました。保証です。すごい。なんかここにしかだからない本とかもねいっぱいあるってことですよね。なかなか手に入りにくい本。すごい。これも売ってるんですか？はい。これは宮崎駿さんの画集で洋書？洋書ですね。英語で。すごい洋書の宮崎駿でもめちゃくちゃ可愛い。いいなあ。驚愕の11000円。ちょっと予算見てから買いますね。ちょっといいな。まあまあしますね。日本じゃ買えないですから。そうですよね。すごい。でも私さっき気づいたんですけど、なんかこっからなんていうんですか。こっち側から撮ってもらうのめっちゃ映えませんか？すごくないですか？こういう写真みんな撮ったらいいと思う。確かに。絶対こうやって写真スポットになると思う。私はここで気になる本を見つけてしまったので、社会を築く貨幣経済で通貨の日本史を買おうと思います。ちょっと本棚越しにお届けしました。こうやってなんか窓際でもこうやって本読めるっていうことなんですけど、飲食も可能だし、飲食をしなくてもここで座れるんですよね。はい、無料でご利用いただけます。すごい。それはなんかこう市営でやってるからっていうことですか？そうですね。鶴ヶ市が整備して中の運営を民間企業のまるで優勝堂と編集工学研究所で行っているんですけども、そして公設書店ということでそういった公共性のある場所になっています。すごい。てか店長の笹本さんはここに書店員さんとしていらっしゃったんですか？前から。そうですね。ここをオープンしたのが2年前で、新幹線の開業に向けて開発された書店ですので、それをきっかけにこちらに赴任しました。前から書店員さんだったんですか？いえ、全くお仕事としては書店は経験したことは初店長ってことですか？すごい。ちょっとなんか本当に笹本さんの素敵さが私はちょっとファンになってしまったので皆さんこちらに来た笹本さんだって思っていただけたらと思います。すいません、今日はありがとうございます。本当にさっきなんか普通にこうやって座ったらなんかあそこに面白い本があるってちょっと見つけてしまったんですけど、なんかすごくないですか？これ座ったらまた違う本が見つかるっていうようになっているっていうすごさ。というわけで私はちょっとネットフリックス VS ディズニーを買おうと思います。すごい。嬉しい。そういうことか。ありがとうございます。これめっちゃ面白そう。ネットフリックス VS ディズニー。日経新聞出版本部日経 BP より発売。でもなんかこういうところでまた本が見つかるのめっちゃいいですね。三宅は一体どういう基準で本選んでるんだと思われるかもしれませんが、後半に言います。大丈夫です。安心してください。じゃあちょっと2階にも行ってみようと思います。すごくないですか皆さん？ここまででまさかの1階だけなんですよ。信じられますか？これまだ前半っていう。ちょっと2階にも行きます。すごい。すごくないですか？木が本棚が木になっている。しかも名言があって、すごいこれ上から見るとこんな感じになってるっていうのが、今までの書店さんでこんな上からの景色を考えた人がいるでしょうかっていう、なんかアトラクションみたいですよねここね。遊園地みたいな作りになっている。すごいなんかこうインスタ映えを目論む女子たちにも来てほしいですねここね。こちらがまたあっちとは違って日常地の、コーナーになるんですね。かっこいい。こっちはまた1階の人文とかとは違ってなんていうんですか、日常的な本になってますが、読書スペースがあるんですね。ねえ、なんかこの背拍子になって、書店ってこういうもんだったって思います。こっちでも結構がっつり読書スペースがありますね。こっち行ってみてもいいですか？すごい。ここは働くってどういうことっていう自分も興味あるエリアにどんどんでも本当になんか結構実用書からどう働くを考えるかみたいな本が一緒に並んでるの結構新鮮かもしれないです。
すごいですよ。だってここはハゲタカからの洗濯屋味噌汁からの無能の鷹ですよ。すごい並び。あ、ここはだからノンフィクションで働くを考えて、こっちが物語から働くを考えるっていう並びなんだ。あ、仕事文脈がある。これタバブックスさんから出てる雑誌って言わないか、雑誌、まあ雑誌なんですけれども、結構面白い雑誌で私よく読んでるんですけど、すごい仕事文脈がこんなにバックナンバーがある。あ、すごい、ドンキにはペンギンがいるのかがある。私が一緒にポッドキャストやってる谷頭さんの本がありました。すごい、企業読み物っていう中にある。割となんか文脈が、あ、こういうところにこういう本があるんだっていうのが結構面白いです。あ、東京日頃なんかすごいみんないいっていうのを言ってて、私も結構気になってたんですけど、どうかな、見たいな。ちょっと読みます。買います。こっからまたすごい家族と社会からのお金っていうなんか切り離せないですね。切り離せない。すごいな。戸籍と無戸籍ってなんかすごい面白いって聞いて気になってたんですよね。結構戸籍関係の本がすごいいっぱいあるな。戸籍か。家族っていうところから戸籍に入るのかねえ、なんかそれこそ虎に翼とか見てるとやっぱ戸籍ってなんでできたのかとか結構ね、読んでたら面白いトピックだなと思っていたので、ちょっとこれ買います。あ、方の面白そう。ちょっとこの辺をじゃあ、結構がっつり読書スペースがあるの、これ嬉しいですよ。読み終わって買って帰っちゃいますよね。どうしたらいいんだ。みゆきさんは本選ぶときどこ見てるんですか？買い取るで気になるものはやっぱ買っちゃうって感じがしますね。なんか目次とか最初の1ページ目とかそういうことじゃなく。そうですね。まあでもなんかタイトルから目次見て、で前書き読んで面白そうだったらとりあえず買うみたいなところがありますね。もうなんか私書籍代がどうなってるのか考えたくないぐらい、なんかとりあえず迷ったら買うみたいな精神が自分の中に根付きすぎていて、とりあえず面白そうだったら買っちゃうんですよね。今日だけじゃないんですか、あの買い方。そうなんですよ。怖くないですか？私書店に行ったらあのスピードで買ってるんですよ。マジ怖いっす。今ね、これ見てる皆さんあれなんだと思うんですけど、カメラマンさんと初対面で、なんかカメラマンさんのがさっきからなんか買うの早くないですかみたいな結構速さにドン引きされているっていう今気になるのでちょっと買います。働き方の世界史、面白そうじゃないですか。面白そう。面白そうですよね。面白そうっていう現地を取ってこの買うっていうなんかでもこういう下のところに面白そうな本があると結構気になっちゃいますよね。この辺も私の本棚かっていうぐらい私の本棚にありますへえ、都市記の不条理、これ知らない。佐藤勝さんが推薦してる、私佐藤勝さんファンなんですけど、佐藤勝さんが推薦してるものもやっぱ買いたくなっちゃうっていうこのファン心というわけで、私こういう時代史すごい好きなんですよね。これ系の何年代っていう風になってる。すごい。でもここの棚はちょっとなんか仕事頑張ろう棚っていう風に名付けたいですねすごい、佐々木真希さんの漫画がある。村上春樹さんの想定とかされてることで有名な方なんですけど、ちょっと気になるので買います。嬉しい。こんなところで佐々木真希自選集に出会えて嬉しい。なんか旅のお土産感ありません？こういう掘り出し物見つかると嬉しい。敦賀に来てまさか佐々木真希と出会えるなんて気になる。顔すごい。和田誠さんが想定について書いてる本がある。そんなこんのあるんだ。なの本があるんだ。すごい知らなかった。すごい。想定の依頼がどうやって来てるのかみたいな話を書いてあるめっちゃ興味ある。掘り出し物がいっぱいありすぎる。すごい。私これね1990年代論持ってるんですけど1980年代論あるって知らなかった。こっちもあったんだ。これも買います。すごい嬉しい。1990年代論だけだと思ってた。こっちに見てくださいよ。まさかのずっと
と松岡先生の映像が流れてる場所があって、ちょっとビッグブラザー感がありますすごい松岡先生にこう見守られながらここで本読めるってことですよね。ちょっとなんかすごい勤勉に本読めそうですね。ありがとうございます、作ってくれてここはちょっとこう初めの一歩ってことだから、なんかおすすめの初めの本みたいな感じなのかな。何も考えたくない時にまた東京スルメクラブをしてて、この敦賀の知恵並木は地味に東京スルメクラブ推しなんじゃないかと思い始めてきました。めっちゃ面白い。私この初めての短歌っていう穂村さんの本大好きなんですけど、ちょっとその横に俳句の本があると気になる。俳句の投資室も面白そう。買います。なんか気になる本の横にあると買いたくなる現象、どうしたらいいんですかねこれ。なんか繋がってるんですよね。なんかね、好きな本の横にあると買いたくなってしまう。なんかそんな小川さんの本もあったんだ。すごいやっぱジャケ買いの棚どれもかっこいいけど、これ買いたくなるな。ちょっと陶器みたいな感じ。ね、すごい映像で伝わるかな。なんかツルツルっぽい。私小川陽子さんのね小説も好きなんですけど、エッセイもめちゃくちゃ好きなんですよね。なんか小川陽子さんってなんか対談しても面白いし、小説ももちろん面白いし、エッセイも面白ければ、私1回だけね講演聞いたことあるんですけど、講演も面白いんですよ。小川陽子さんって言語に関してできないことないと思う。多分言語の言語の神みたいなものに愛されていると思う。すごい嬉しい。これも買おう。またしても私の神のと崇める山岸涼子先生のこのね、山岸涼子スペシャルセレクションはね、本当にね短編集が全部集まってるんですけど、本当に素晴らしい漫画しかないんですけど、3巻だけ置いてある。でも本当にこのシリーズはね、私もこの神隠しも読んだんですけど、このシリーズは皆さんぜひ読んでほしいです。私はこのシリーズが大好きですね。すごい短い小説とかもあるんだ。面白いな。キャサリン・マンスフィールドの短編集があるじゃないか。これ気になってたんですよね。石崎さんの翻訳、ちょっとこれも読みます。なんか短編集だとすごい個人的には海外の小説を読みやすい気がしていて、なんか海外のね小説って皆さんハードル高いよって方もいると思うんですけど、短編集だと結構読みやすいの多いので、読んでもいてほしいし、私も買うっていうちょっとなんか金額何も考えてないんですけど、今いくらぐらいなんだろう。なんか気持ちよくなってきましたよそうですか。今日ばかりは何でも買っていいっていう自分に言い聞かせながら今買っているんですけど、こっちには絵本コーナーがあるんですけど、絵本コーナー可愛すぎます。やばい、可愛い。すごいかくれんぼ、本当にかくれんぼしている。ここにね、可愛い。絵本の横にこう遊べるスペースもあって、なんか下にはその託児所というかお子さん預かっていただけるようなスペースもあるらしいので、お子さん連れでもめちゃくちゃ楽しいですよね。ここ絵本も買われるんですね。絵本あんまりね買わないんですよ。だから久しぶりに見ました。絵本可愛い。こんななんか引き出しにあるのめちゃくちゃ可愛い。懐かしい。私これすごい昔ね読んでました。実家にありました。懐かしい。踊る12人のお姫様。さくらももこさんのエッセイにもこの本出てきて、それで余計に印象に残ってますね。なんかじゃあ三宅さん、そろそろお買い物もはい終盤かと思うんですが、最後気に入った棚とか行ってみますか。いいですか。ちょっとじゃあ下もう一回行ってもいいですか。すみません。そうすごくジブリの棚があると思って、ここはサブカルでジブリの棚ってことなんですね。私鈴木敏夫さん結構好きなんですよね。あると買ってしまうという。待って、ジブリの文学に合わせてジブリの哲学がある。どういうこと？違う本なのか。これは違う本なんですね。前後編みたいな。ジブリの文学とジブリのでもちょっとこれ最後にこれ買ってもいいですか。はい、じゃあちょっと鈴木敏夫さんペアで買います。もう買いました。
幸せです今っていうか、なんかあんまり深く考えてないんですけど、何冊になっているんでしょうか。これお会計して、はいその後に買った本の紹介をはいしていただいてもよろしいですかね。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあお会計行きましょう。行きましょう。はい今からお会計ですかね。はいお会計ですが、はいちょっとなんか自分がポンポン買った本のなんか多さを今ちょっと間近で見てびっくりしてます。忘れている自分の買った本を。じゃあこちらが今日買った本ですね。はいちょっとなんか棚1個増えるんじゃんみたいな。じゃあこれお会計しましょう。いくらになるのかがなんか私3万いくかなぐらいに思ってたんですけど、ちょっと3万で収まるのが若干不安になってきました。今お会計してもらってますね。なんか見たことない金額になってきたんですけど、ちょっと嘘みたいな。てかなんかなんかねこう3万冊あるから3万ぐらいになりますかね、はっはみたいな話をしてたんですよね。業者みたいな。金額まだまだ終わってません。あれこれで最後。はいというわけで衝撃のレジを経て私は今こちらが抹茶がすごい美味しいカフェだっていうのをお聞きしていたんですけど、こちらが、お濃茶ミルクの、アイスで、こちらがほうじ茶ミルクのアイスで、私はもう収録前にお濃茶ミルクの方を飲んだんですけどめっちゃ美味しかったです。皆さんもぜひ飲んでください。あとこれはシンプルにお土産で買いたかった赤べこなんですけど、赤べこが赤くないでしょう。これは何かっていうとですね敦賀のその新幹線の、開通記念で、ちょっとこう敦賀のその鉄道の C58212 っていうのをこれですね、見てください。ちょっと触っていいのかな。可愛すぎるというわけでそんなものも売っておりますご紹介でした。じゃあこのカフェはもう書店と併設されてるんですね。そうですよね。だからなんかまさかのこのほうじ茶とかお抹茶を飲みながら、まさかの本が読めるっていう夢のような空間。もうね私はね思うんですけどね、皆さんね新幹線でまず敦賀に来るじゃないですか。でここでね多分ここはもう半日いられるので半日来て、で敦賀を堪能し、その後1泊2日とかで例えばもう日曜は福井市の方に行ったり、鯖江で眼鏡を見たりとか、武生とか越前の方に行くとか、そういう福井の楽しみ方が絶対できると思うので、観光の方とかにね来てほしいなとしみじみ思います。そんなわけで今日買った本がこちらにあります。図書館のなんか返却棚なのかっていうぐらい多さになってますが、まさかの私が全部買った本っていう、ちょっと私はねコメント欄が心配ですよ。なんかお前はどういうつもりで本を買っているんだって言われそうなんですけど、私結構本当に本読むの早いんでこういうのも読んじゃうんですよ。というわけで大丈夫です、全部読んで全部買ったので自腹ですっていうわけで、ちょっと買った本をご紹介しようと思います。結構掘り出し物と思ったのがこちらの本ですね。現代日本の、批評。実は私ジャンルとしてはやっぱなんか批評が一番好きなんですけど、批評家の方々がそれぞれのその批評作品を批評していく対談集みたいな感じで、やっぱね批評家は批評のこと語ってるのが一番面白いと私は思っているので、そういう意味でも結構掘り出し物でした。嬉しい。あとねこっちも掘り出し物だった大塚英治さんの私物語消費論っていう本がもうすっごい好きなんですけど、そのちょっとこう続編にあたるような感じで、いやもう正解写真書さんはいい本出しますよね本当にね。ありがとうって感じの本です、大塚英治ファンにとっては。はい、結構古典とか俳句とか関係の掘り出し物が多かったのも嬉しかったです。割となんか私いつも思うんですけど、なんか古典とか俳句短歌とかってちょっとこう
その文庫と新書と単行本と、こういう漫画家と割といろんな棚に分かれてたりするじゃないですか、書店さんでは。でも結構今回はねまとまってたのですごい買いやすかったですし、バンバン買ってしまうという恐ろしいところですね、知恵並木さんはね本当にね。単行本系の人文書もすごい面白そうなのが多くて嬉しかったですね。なんか結構戸籍関係とか、あるいはこのなんかアメリカの経済の話とかって私としてはすごい興味あるどっちもテーマなんですけど、やっぱりなんかちょっとなんていうんだろうな、アメリカっていう棚にあるとこういう本はあるんだって興味持ちやすかったり、こういう本がなんかこう経済の棚にあったりするとやっぱなんか専門的な経済の話って分かんなかったりするので、ちょっとこう手に取りづらかったりするんですけど、アメリカ棚にあったりこっちもなんか家族の棚にあったので、割とこうなんか社会学の棚とかに置かれるよりもすごい嬉しかったですね。そして私が大好きな新書もいっぱい買いました。千曲新書さん、中高新書さん、川でこういろんなジャンルの新書を買ったので、新書のいい本もいっぱいありますよっていう感じです。なんていうんですか、セレクト系の書店さんとかってこう例えば小説とか人文書はあるけど新書はちょっとねこう置かれてなかったりするので、いや新書いっぱいなんか掘り出しもあったのすごいなって思いましたよね。いやというわけで買いすぎてちょっと視聴者さんがドン引きってないか心配ですが、私は幸せですそれだけをお伝えしておきたいと思います。はい、というわけで私が本当に、皆さん嘘だと思うんですけど本当に自腹で買った本がこちらになります。ちょっとなんかね、三宅家はどうなっているんだ本の量はって思われそうなんですけど、私結構本買ってるんですよね、日々ね。恐ろしいことですよね。でも知恵並木さんは本当に選書が素晴らしすぎて買ってしまいました。本当にだからもうどれも掘り出し物って感じで、ちょっと多幸感で今いっぱいですね。はい、というわけでちょっと聞いてない、皆さん気になる合計金額の話に行きましょう。はい、では今日のレシートです。こちらです。はいちょっと何度見てもレシートがなんかちょっと書店と思えないレシート、心配されそうですよ、私のこのなんか本当に他の動画でも言ったんですけど、私はでもやっぱりお金はね本に変えていくべきだと思ってるんで、やっぱ紙はね紙ですから、お金ってねやっぱ本に変えていくべきだと思っているので、本だけですこんなに買ってるのははいという感じです。はい、で合計金額ですね。はい、じゃあ合計金額は51,363円でした。私本当にちょっと3万ぐらいかなって思って買ってたんですよね。そんなわけないじゃないですか。そんなわけない。いや本当になんか新書とか買ったから、なんかむしろなんか3万ぐらいかなって本気で思ってた。新書はただじゃないですか。新書ただだと思ってるのかもしれない。新書って1000円ぐらいだからなんかただかなぐらいに思ってた。新書はねすぐなんか小さいから0円ぐらいに思ってるのかもしれない。これちなみになんか全然気にしてなかったんですけど、まさかの30冊なんですよね。ちょうどそうだから3万冊の中から30冊を1000分の1を、はい、1000分の1を選書したということで、ちょっと皆さんいっぱい知恵並木に来て私と一緒に本を買いましょう、共にこちらに来ましょうっていう話ですよ。はい、というわけで皆さんご覧いただきありがとうございました。こんな感じでですね、こんな感じってこれぐらい買うことはさすがにあんまりないと思うんですけど、私が全国の書店さんにこう回っていって、でいろんな本を買ったり、書店さんをご紹介したりっていう動画をこれからも上げていこうと思いますので、大事な話です。ぜひご協力いただける全国の書店さんはご連絡いただけますと幸いです。ご連絡先は概要欄に書いてますので、ぜひご協力いただけると嬉しいです。今回は丸善優勝堂さんにご招待いただき、こちらの敦賀市にある知恵並木さんでお世話になりました。知恵並木さんは本当に
もう見ていただければ分かる通り素晴らしい選手の素晴らしい書店で、おまけに抹茶もほうじ茶も美味しいっていう神のような書店さんですので、皆さんぜひ福井県の方はもちろん本当に観光客の方も来ていただけたら嬉しいです。はい、というわけで皆さんありがとうございました。また動画でお会いしましょう。